こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、真夏の北海道で起こってしまった大量遭難死事故として有名な、トムラウシ山遭難事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。北海道、人を引きつけてやまない自然の楽園ね。ああ。だが自然に近づくということはその脅威をも身に引き寄せてしまうということなんだ。被害に遭ったパーティーは経験豊富なメンバーばかりだ。決して山を侮ったりはしていなかった。しかも登ったのは7月の夏山でガイドまで同行していた。にもかかわらずその日、多くの参加者が命を落としてしまう。どうしてこのような大量遭難事故が発生したのか？これから詳しく解説するぜ。頼むわね。事故があったのは2009年7月の北海道だ。北海道には9つの日本百名山がありその中でもトムラウシ山は特に人気の高い山だ。トムラウシ山、一体どんな山なの？標高2141メートル。北海道のど真ん中に位置するだけあって手つかずの自然が豊富に残る山だ。神々の遊ぶ庭との呼び名もあるほどだ。ここでは登山中に終始様々な種類の動植物と触れ合うことができるほか、景色にも変化が多く飽きがない。森林地帯、草原、火山帯らしい岩の多いポイント、湖、といった様々な自然が登山者を迎えてくれる。しかも7月であれば残雪も楽しむことができる。また、温泉が豊富に湧く北海道。このトムラウシ山のふもとにも温泉地があり登山の前後は最高の温泉タイムを楽しむことができる。このような理由で日本百名山の中でも特に人気が高く登山家の聖地として崇められているのがトムラウシ山なんだ。大人気の山なのね。何も欠点はないの？やや難易度は高めの山だった。といっても高い登山技術を要する危険な山というわけじゃない。山々のさらに奥に位置するだけあって、登山ルートが限られており宿泊施設も少なかったんだ。ふもとから往復すると12時間、山中の山小屋で一泊した上で山小屋から登頂、下山しても10時間はかかった。技術というより強靭な体力を必要とする山だったんだ。また、体力だけではなく鋭い判断力も必要だった。登山にかかる所要時間が長いってことは頂上付近でトラブルに見舞われると帰りたくてもすぐ帰れない。早め早めの判断、時には登頂を諦め引き返す決断力が必要とされる山だった。道外から来た登山者だとそう何回も挑戦できないからどうしても無理しちゃいそうよね。いざ現場で身体を正しく判断するって難しそうね。そのためにプロがいるんだ。様々な旅行会社が、アマチュア登山家を完全サポートするガイド付き登山ツアーを提供しているんだ。今回の事故を起こしてしまったのはアミューズトラベル株式会社だ。1991年創業。旅行料の取り消し処分を受け現在では廃業している。この2009年、アミューズトラベル社はトムラウシ山の登山ツアーを販売。とは言ってももう10年間も実施し、これまで無事故で運行してきた。実績のあるツアーだ。日程は2009年7月13日から17日の4泊5日。価格は15万2000円だ。往復の飛行機代や登山口までのチャーターバス代金、山小屋の宿泊費等を含んでいる。いい値段するわね。でも飛行機代込みで専属ガイドもつくから妥当なのかしら。初日と最終日は地方空港から北海道への移動日だ。実際の登山は7月14日から16日の3日間だった。ツアーで予定されていた登山計画の内容を説明しよう。登山初日はまず全泊地の旭岳温泉白樺荘を出発。旭岳ロープウェイに乗って一気に5合目。そこからは徒歩だ。まず北海道最高峰の旭岳、2291メートルに登頂する。どんどん東へ。間宮岳、北海岳、白雲岳を経由し、白雲岳避難小屋へ。初日の移動距離は12.4キロだ。二日目は南下。中別岳、五色岳、下雲岳に登頂。この1日目、二日目に登る山々を総称して大雪山と呼びこれが日本百名山の一つになっている。ってことはこのツアーで大雪山とトムラウシ山、日本百名山を2つも自分の経歴に記録できるのね。二日目の移動距離は16.3キロだ。久子沼避難小屋へ宿泊する。もし満員であれば外でテントとなる。山道を16キロも？結構歩くわね。3日目、いよいよお待ちかねだ。トムラウシ山に登る。登頂後は南下しトムラウシ公園を通って短縮コース用の登山口へ降りる。移動距離12.5キロだ。短縮登山口から東大雪荘までは自動車で移動。東大雪荘では温泉に浸かってたっぷりの食事をとり疲れを癒す予定だ。目的のトムラウシ山は3日目に登るのね。当時は国民的な登山ブーム自体は落ち着いてきていたが健康志向の強い中高年はやめずに趣味として続けていた。
この弔うし登山ツアーは人気ですぐ満員15名に達した。15名の内訳は男性が5名、女性が10名だ。男性はすべて60代で女性は50代が2名、残りの8名は60代だ。2000メートル級の登山で、50代と60代のみ体力的に大丈夫なのかしら？全員が数年から十数年の登山経験があり、アミューズトラベル社の別ツアーに参加経験のある客も大勢いた。パンフレットを見てくれ。星の数でツアーの難易度がわかるようになっている。星4つはやや見客向けのツアーだ。なるほど、これを見て申し込むわけだからそれなりに自信のある人がやってくるのね。客15人の居住地の関係で最寄りの空港は仙台空港、中部国際空港、広島空港に分かれた。この居住地や利用空港の情報をもとにツアーの約1ヶ月前、アミューズトラベル社と契約している全国の契約ガイドから3名のガイドが選出された。アミューズトラベル社は基本的に客の多い居住地からガイドを選ぶことになっていたんだ。このツアーのリーダーには広島の61歳男性が選ばれた。現場では総責任者を務める。日本山岳ガイド協会認定のガイド資格保持者だ。国内の日本百名山のほか、カムチャッカやキリマンジャロなど海外十数カ国でのガイド経験もあった。海外の山まで経験してるなんて、心強い。北海道なんて飽きるほど行ってそうね。いや、このリーダー。北海道の山は初めてだった。え？現地でガイドやるんでしょ？リーダーでしょ？北海道初めてなの？まあ落ち着くんだ。ガイド全員が初めてというわけじゃない。ガイドとしての仕事を主にこなすメインガイド役として北海道在住の32歳男性が選ばれた。このメインガイドは今回のルートを5回も経験している。趣味でも北海道の大小様々な山に登る山好きだ。ガイド役はこの青年がやるから大丈夫だ。なお、特にガイド資格は持っていなかった。資格持ってないの？自称ガイドってこと？経験は信頼できそうだけど大丈夫なの？3人目が中部地域から選出された38歳男性だ。サブガイドを務める。彼もガイド経験は豊富だが北海道の山に登ったこともなければガイド資格も持っていない。ちょっと、二人の悪いとこ取り？結局コース知ってるガイドは一人だけ？なおガイドレシオといって、今回のコースであれば客5名につき1名以上のガイドをつけるのが適正だ。15名に3名のガイドだから一応基準を満たしてはいた。問題はガイドの質よ。すでに不安だわ。時は進んで、おそらくツアーの2、3日前だろう。アミューズトラベル社からガイド3人の元へ工程表が届く。この工程表を元にガイドはコースの情報を収集したりトラブル時のエスケープルートなどを考えるんだ。会社じゃなくてガイドが考えるのね。しかも届くのが2、3日前って、ギリギリすぎない？年間500件以上のツアーを運行しているアミューズトラベル社。社員は多忙で、工程表はギリギリまで作成されなかった。もう時間がない。北海道の登山経験がないリーダー、サブガイドの2人はろくに事前調査ができないままツアーを率いることになったと思われる。北海道に住んでるメインガイドに相談してないの？契約ガイド同士、横のつながりはないんだ。下調べはそれぞれのガイドが自習の範囲でやるだけでチームとして連帯して行ってはいない。一応事前に電話連絡はしたようだが、形式的だ。当日はよろしくお願いします、と挨拶を交わした程度のものだった。ガイドの日給は2007年の情報だと11,500円、1日。決して高額とは言えず、ガイドは一本一本のツアーに対しそこまで入念な準備はできなかったんだ。数をこなさないと生活は厳しそうね。その出発2、3日前、登山客の方に視点を移そう。客は必要な荷物を揃えパッキングしていた。あらかじめ会社からリストが配布されているので持ち物を用意するのは簡単だった。だがリュックに詰める時に困った客が多かったようだ。何があったの？アミューズトラベル社のパンフレットには60歳女性が登山時に背負える限界重量は8キロまで、50歳女性で12キロまでと記載されていたんだ。ところがツアーに必要な水筒やガス器具、寝袋やマット、衣類、それに登山中の6食分の食料などを入れるとどうしても8キロでは収まらなかったんだ。登山中に食べるものは各自で用意するのね。資料には矛盾があったのね。みんなどうしたの？ここで早くも登山ツアーの弱点が出た。客の登山経験はバラバラで、なおかつ客同士のつながりもないんだ。私は10キロでも背負えるからと装備をしっかり用意した客、会社がそう言うんだから8キロにしないとやむなく装備を減らした客に分かれたようだ。なんか始まる前から不安要素が色々あるわね。この判断の違いは今後も様々な場面で現れる。私は自分の判断を信じる。ガイドが指示しなくても自分の身を守るために必要なことはするという客。ガイドはプロなんだから判断に間違いはない。
言われたこと以外しない方がいい、言わないならそれは大丈夫ということなんだろうという客もいた。ガイドを信じ込んでしまう気持ちはわかるわ。プロですもの。難しい判断を任せられるからこそツアーできてるんですもの。こうして2009年7月13日、ツアー初日を迎えた。集合場所は新千歳空港だ。お昼までに続々と飛行機でガイドや客が集まってきた。13時30分、会社がチャーターしたバスが空港を出発。宿泊地である旭岳温泉へ向かった。車内でガイドが自己紹介。リーダーが北海道は初めてというとサブガイドが驚いた。リーダーが初めてなんて、しかも自分も初めてだが大丈夫なのか。安全にパーティーを引率できるのか。これなら引き受けなかったのにという気持ちだった。事前の電話、本当に形式的な話しかしてないのね。この時初めて知ったなんて。このガイド3人はお互いのことを全然知らないの？ああ。3人とも会社の別ツアーでの経験は豊富だったがこれまで一緒になったことはなく、この時がたまたま初顔合わせだった。なお、リーダーは広島出身だから広島の客はこのリーダーを過去参加したツアーでよく知っている。そういった客、ガイド間の関係性は一部あったようだ。車内でガイドは自己紹介したが客の自己紹介はない。2時間以上乗っている間、隣り合った席ではよく喋り合ったがパーティー全員が親密になったわけではなかった。これは旅行ツアー団体だが、登山パーティーなんだ。お互いに協力し合える関係性を作れるよう積極的に動いていない。これも一つのガイドのミスだろう。不安要素がどんどん増えてくわね。17時前に一行は旭岳のふもと、旭岳温泉白樺荘に到着。男性は5人で1部屋、女性は数部屋に分かれた。温泉に入り、たっぷりの食事をとってゆっくり休んだ。翌日から登山だが、説明した通り行きと帰りは全く違うルートだ。同じコースを往復するより2倍楽しいからな。つまり登山が終わってもここには帰ってこないので、登山と関係ない荷物は登山後の宿泊地である戸村牛温泉へ郵送の手続きが取られた。ここで誤って地図やマットを送ってしまった客がいた。この時は少し失敗したぐらいの気持ちだったが、後に事態が悪化してきた際にひどく後悔することになる。なおメインガイドが翌日以降の天気を確認した。テレビでな。ラジオはどのガイドも持ってきていなかったようだ。翌日の天気は大丈夫だが、15日、16日は低気圧が通過する関係で荒れるようだ。メインガイドは客にも天気予報を伝えた。そして、いよいよ7月14日を迎えた。登山開始だ。とにかく始まったわね。ここで会社側の人間が1人増え、19人になった。山小屋が満員だった時はテント泊になるから、全員が入れるだけのテントを運搬するポーターがついた。このポーターは仕事を終えるとパーティーから離脱する予定だから事故とはあまり関係がない。彼の行動はそれほど気にして聞かなくて大丈夫だ。5時50分に白樺荘を出発。歩いてすぐ旭岳ロープウェイ36駅だ。6時の便がいっぱいで6時10分の便で5合目。他にもお客さんは大勢いたのね。翌日は悪天候になるのが分かってても、乗ってる客の多くは日帰りだろう。泊まりがけの登山客はさすがに少なかっただろうな。駅を出ると恒例のアミューズ体操を実施。6時半に登山を開始した。目指すは北海道最高峰、旭岳だ。アミューズ体操、気になるわね。天候は晴れ。少し霧が出ており、体を持っていかれるほどの突風が吹く時もあった。ただそれほど寒くなく、途中まで半袖の客もいた。なお、このツアーの隊列は終始メインガイドが先頭、中間にサブガイド、最後尾にリーダーがついた。午前9時、旭岳に登頂。風も霧も落ち着いており、見晴らしは良かった。遠くには戸村牛山を望むことができた。3日間の登山、まず最高のスタートを切ったわね。1日目は本当に予定通りだ。間宮岳手前で昼食休憩。11時30分、北海岳に登頂。12時30分、白雲岳の分岐に到着。白雲岳登頂後は同じ道を戻る。14時40分には宿泊地である白雲岳避難小屋に到着した。1日目は全くトラブルなく進んだのね。16時頃夕食。サブガイドの役割は荷物持ちや食事の際の雑用だ。湯を沸かして客に配るなど懸命に動いた。お湯って？夕食は避難小屋から提供されないの？白雲岳避難小屋は管理人がいるが食事は出ない。客は自分で持ってきたレトルト食品やインスタント食品を食べた。今後も登山中は自分でリュックに詰めた食事だ。客はこの夕食と15日の3食、16日の朝昼を合わせた計6食を自分で選んで持ってきている。事故後に指摘されるが、各自が持参した食事の量が全体的にかなり少なかったようだ。今回は3日続けての登山、しかも移動距離はどの日も長い。
専門家が食事量と運動量を計算した結果、食事で蓄積される熱量と運動で消費される熱量がイコールに近かった。つまり外気温などの影響で発散される熱量は食事では足りず、体脂肪などが使われることになる。それすら枯渇してしまえば体温が維持できない。食事って大事よね。どうして少ない食事しか持ってこなかったのかしら？リュックの重さやスペースの問題か、それとも移動距離が長いからこそあまり満腹になっては歩けないと思ったのかもな。今回はガイドに任せっきりの登山だ。足りなくなってもガイドが少しぐらい余分に持ってるだろうと思った客もいたかもしれないな。実際にアミューズトラベルでは、荷物まで会社に任せられるプランも用意していた。そんなものまで会社が用意してくれるのね。私でも参加できそうな気がしてきたわ。まだ1日目の時点では皆元気だった。夕食後は辺りを散歩したり写真を撮ったり、高山植物を見て回ったりしていた。この日ガイドは携帯電話を使って天気予報を確認。翌日は低気圧帯が通過する予定だ。次の避難小屋に早く到着したいので翌日の出発時間を30分早めることにした。就寝は18時過ぎ。19人の団体だ。避難小屋の1階部分を貸し切りで使わせてもらうことができ、ゆったりとしたスペースで寝ることができた。空いててよかったわね。食事量は気になるけどここまでは順調のようね。ただ中高年のグループだけあって全員がそもそも全くの健康体というわけではなく、何人かは持病との付き合いがあった。日中、高山病の症状が出て吐いている女性客がいたし睡眠障害があって睡眠導入剤を服用して寝た客も何人かいた。高山病？大丈夫かしら？夜中からしとしとと雨が降り出した。雨音は少しずつ大きくなった。そして深夜3時頃、女性客の一人が起きてしまった。することがなくガサガサと荷物の整理を始めたがこの物音でさらに数人が起こされてしまった。これにはさすがにガイドが注意した。やったのがもし別パーティーだったら怒鳴りつけている、と強い怒りを覚えたメンバーもいた。5時前に朝食。前日に高山病で苦しんでいた女性客は、前日夜もこの朝もスープしか飲んでいない。ただ高山病はいつものことで深刻そうではなかった。スープのみ？さすがに少なすぎるわよ。朝食後は出発準備。豪雨ではなかったが防水スプレーで間に合うほど弱い雨でもなかった。全員が雨具を着用した。ポンチョやウィンドブレーカーといった簡易雨具で済ませるような客はさすがにいない。全員が上下で分かれた防水雨具をしっかり着用した。朝5時、白雲岳避難小屋を出発。さあ2日目の登山が開始された。午後から天気が崩れる予報だ。急ぎたい。午前中はまだ良かった。雨や霧は邪魔だったが視界は遠くまで抜けており、時折遠くの山の景色を楽しむことができた。しかし昼頃を境に天気は急変していく。雨は強さを増し、強風が吹くようになった。最も辛かったのは登山道の水はけの悪さだったという。道がぬかるむどころか雨水が川のようになっており、足の上げ下ろしに体力を取られた。この日はツアー最長、16キロも歩くのよね。かなり辛いわね。かといってゆっくりとはしていられない。通過する低気圧は雷を伴っているそうだ。早く避難小屋に着かないと危険だ。ガイドはペースを落とすことなく歩いた。そのためだんだんと、ペースについていける客、遅れ出す客に分かれてきた。遅れが致命的に大きくなる前に先頭のメインガイドはたびたび止まって待った。後ろの方が追いついてきたら歩き出した。ガイドさん、ちゃんと後ろも見ながら歩いてるのね。ああ。だがこの日の体力の消耗には差が出た。前の方の客はいい。ペースについていける体力がある上時々後ろの客を待つ間は止まって休めるんだ。後ろの方の客は辛かった。そもそもペースに合わせる体力がない。しかも追いついたら列はまた進み始める。休憩なしだ。そして15時頃、久子沼避難小屋に到着、約10時間かけて 16.3 キロのコースを歩き切った。クールダウンのアミューズ体操をやって締めくくった。とにかくゴールできたわね。みんな大丈夫なの？メンバーの疲労には大きな差があった。ここまでの説明にあった高山病や寝不足の影響もあるが最も疲労度を左右したのは水による濡れだ。袖口や靴から侵入した水は一気に体を冷やし、体力を奪った。よって最終的な疲労度はそもそもの体力値というより水濡れ対策の丁寧さ次第で差が出た。袖口を絞る、防水性の高い靴を履く、などしていた客はたとえ70歳近い女性であってもそれほど疲労していなかった。反対に、ブカブカのカッパや防水機能のない靴であれば水は侵入し放題だ。体は凍え、靴は重い。大柄な男性でもヘトヘトだった。そんな調子だ。それでも無事にたどり着けてよかったわ。明日は弔うし山よ。ここでしっかり休めば体力の消耗はリセットできるわね。ああ。休めるかが肝心だ。
久子沼避難小屋は収容人数30人。満員だったら外でテント泊になってしまう。避難小屋に入ったところ、十分な空きがあった。よかった、避難小屋の中でしっかり休めそうね。避難小屋は1階と2階に分かれている。2階部分に静岡県から来た6人組のパーティーと夫婦で来た2人がいるだけだった。しかしここで、親密ではない者同士がパーティーとなる登山ツアーの弱点が出てしまうんだ。どうしたの？ここでのミッションは寝るだけよ。ここは簡単な作りの避難小屋だ。外からの雨が隙間から入り込んで1階部分は壁や床の一部が濡れてしまっていた。だから先に着いた人たちは2階を確保していたのね。そもそも19人が泊まる宿泊施設として緊急避難に使う避難小屋を平然と選んでしまった会社のプランニングの甘さは後に非難されることになる。ただここでそれを言っても仕方ない。一行は1階部分にマットと寝袋を敷いた。スペースは狭く、動けば互いの手足が当たるほどだ。濡れた床を避けられるほどスペースに余裕はなく、濡れた床にマットを敷かざるを得ない客がいた。また、一部の客はそもそも日中の登山でリュックごと濡らしてしまっている。濡れた寝袋にくるまった。こんなんじゃ寝つけるわけないわ。1階と2階とではあまりに環境に差があった。1階は19人、2階は8人。1階は濡れていて床の冷気も辛い、2階は暖気が昇ってやや暖かい。これを見かねた2階の別パーティーの客はスペースを空けて、なんと2階に来るよう提案してくれた。これはありがたい。ところが全員が2階に移れるほどのスペースはない。自分だけ抜け駆けするのは気が引けると思って2階に行きたいのに遠慮した客が多かった。これが仲良しパーティーだったら、ごめん、私限界だから行かせてと言えただろう。この19人パーティーにはそれが言える関係性はないんだ。そんな、遠慮してる場合じゃないわよ。本人が言えなくてもガイドが指示するべきだったな。客の体力を把握し休みが必要な客をしっかり休ませるのはガイドの仕事のうちだ。結局ガイド2人と女性客1人だけは2階に移ったが、2階にまだ十分ある空きスペースは最後まで使われず16人は濡れた1階でぎゅうぎゅうで寝ることになった。ガイドは2階に行ってるんかい。また、寝るスペースの問題は干すスペースの問題でもあった。1階にかけられた1本の物干しロープは全く足りず、一部の客は濡れた服や靴下が干せず着たままで寝ることになってしまった。せめて物干しロープぐらいは2階に借りに行けなかったのかしら。まあ外は雨だ。結局湿気がじゃんじゃん入ってくるから朝まで干したところでほぼ乾かなかったようだがな。就寝前、ガイドが施設のラジオで天気予報を確認。低気圧の影響で明日午前は曇りでかなり冷える。午後には低気圧が抜け晴れてくるようだ。午後は晴れなのね。なんか期待を持ってしまう予報ね。聞いたのはあくまで十勝地方の平野部分の天気予報。山の天気はまた別だ。この予報よりは悪いかもと思わないといけないが、心中はどうだったのか。19時から20時にかけ就寝。冷たい寝袋にくるまって寝た。起床は3時45分だ。登山だと普通なのかしら？早起きね。起きたらまず朝食をとる。昨晩の夕食もそうだが、静岡パーティーは19人の食事量を見て登山中にしては少ないという感想を持ったようだ。体温維持には体の脂肪量も大事だが、炭水化物が重要だ。体はあまり炭水化物を蓄積できない。食事で常に摂取し続けるしかないんだ。食事をしっかりとるって大事なのね。朝5時に出発、の予定だったが外は強烈な風だった。気温は12度前後。風速は秒速15メートル前後だ。なお風速が秒速1メートル増すごとに体感温度は1度下がる。台風並みに風強いわね。体感温度としては氷点下だったのね。しかも人によっては前日の疲れをかなり残している。到底出発は不可能に思われた。濡れたまま寝た人もいたんでしょ？この日は12.5キロも歩くのよね。無理よ。ガイドは30分待ち、5時30分の出発を決定。平野部分の予報では昼から回復してくるはずだった。あくまで欠航の構えだ。なんで欠航？一日待ったら低気圧が過ぎて、安全に帰れるどころか晴天の中登山できるんじゃないの？その通り。一日待てば最高の登山になるのは分かっていた。だがこれは登山ツアー。柔軟な対応は難しかった。出発を一日遅らせることができなかった理由は3つ。1、この日の夜はアミューズトラベル社の別ツアーがこの久子沼避難小屋を使う予定になっていたんだ。自分たちに連泊は許されなかった。さっさと避難小屋を開けるしかなかったんだ。なんで会社はそんな過密日程でツアーを組んでしまったのよ。理由に、追加料金の発生だ。取り直しになる旅館やチャーターバス、航空券。追加料金はかなり高額になることが予想された。参加者15人全員に延泊を了承してもらい、会社とやり取りし、各施設の予約を取り直す。
登山を強行するよりかなり困難に思われた。1泊のバスと最終日が金曜日じゃなくて土曜日になるのがきつそうね。ああ。週末料金で高額になる上15人全員の席が確保できるかもわからない。航空会社も1社なら交渉しやすかったが、バラバラだったしな。全体的に余裕とか、もしもの備えが薄いわよね。今回のツアー。理由3、避難小屋で延泊するには食事が足りない。ほとんどの客は6食しか携行していない。もうこの日の昼に食べる1食が残っているだけだった。予定だと夜は旅館だからそれで問題なかったのね。みんなギリギリの荷物で来てたのね。こうしてガイドは5時30分の出発を決めた。メンバーの心境は様々だ。全く不安はなかった。命には変えられない。行きたくなかったなどだ。そういう不安は伝えたの？いや、誰もガイドの決定に口出ししなかった。自分だけわがままは言えない、ガイドの判断を信じるといった思いだった。そして5時30分になった。雨はかなり落ち着き、風も断続的になり弱くなる瞬間もあった。ここでリーダーが決断。トムラウシ温泉方面を目指して出発するが、頂上は登らず山頂迂回ルートを歩くことを決めた。僕たちの仕事は山に登ることじゃなく、皆さんを無事山から降ろすことです。リーダーは力強い言葉で客を説得した。客の受け取り方は三者三様だ。ほっとする客、出発自体難色を示す客、やはりトムラウシ山に登頂したい客に分かれた。特にトムラウシ登頂を達成したい客からは、どうしてという声が上がったため、リーダーは稜線まで上がった時に進路を再検討することを約束した。一番の目的ですものね。予定通り遂行したい気持ちはわかるけど、安全を考えないと。方針が決まり、登山準備をする。全員が雨具を着用していたが、ガイドから寒さ対策や風対策の指示はなかった。皆同じように雨具を着ているようだが、袖口を絞る、下に1枚多く着る、お菓子をポケットに用意しておく、など十分な対策をした客とそうでない客に分かれた。またこの日の夕方に同社別ツアーの客が到着するが、満員だとテント泊になってしまう。サブガイドはここで10人用テントと4人用テントを避難小屋に置いていった。そのためこの7月16日に一行が携帯したのは4人用テント1つだけだった。また、セルトという小さな簡易テントを持っているメンバーは何人かいた。全員が入れるテントは置いてきてしまったのね。こうして恒例のアミューズ体操を実施。パーティーはとうとう悲劇の舞台となる、16日の登山を開始する。始まってしまうのね。歩いてすぐ、残雪が固まった雪渓地帯に差し掛かる。全員がアイゼンという爪のついたスパイクを装着。ちなみにこれがアイゼンだ。こんな装備がいるのね。さすが北海道の2000メートル級の山ね。助っ人のポーターが先頭でスコップを使って足場を確保してくれたので歩きやすかった。それでも突風でバランスを保つのが難しい。慎重に進んだ。突風と雪、いきなり危険な状況ね。滑ったら大変なことになりそうだわ。ああ。一歩一歩、慎重に踏みしめた。普段より体力を使っただろう。雪渓を越えるとポーターがパーティーから離脱。別パーティーを迎えるため久子避難小屋に戻った。ここからは元の18人パーティーになったのね。6時10分、稜線上に登った。稜線とは頂上と頂上を結ぶ凸型の地形だ。遮るものがないため風の直撃を受けてしまう。瞬間的には秒速20メートルを超える突風が吹き荒れていた。メンバーは風が落ち着いた瞬間を狙って進む。突風を受けた時に姿勢が悪いとあっけなく転倒した。そういや一旦稜線まで来たらコースを再検討するって言ってなかったかしら？そうだ。ここは久子沼分岐といって道が分かれている。南行きが予定のルート、トムラウシ山方面だ。北行きが天人峡温泉に下るエスケープルートだ。どちらも距離はあるが天人峡温泉に向かった方が早く標高が下がるため安全だった可能性がある。あと避難小屋に引き返すというのも選択肢の一つだ。引き返すのはすぐできる。これが最も安全確実だ。翌日晴れるのは分かっていたしな。運命の3択ね。どうしようかって話はあったの？話し合いは、されなかった。メインガイドの先導のもと、パーティーは予定通りトムラウシ山方面へ進んでしまった。なんでよ、再検討するって言ってたのに。ガイドは何か決定的な悪材料があれば決断できたはずだ。予定変更は重い決断だ。見通しがはっきりしない中で15人の客の楽しみをくじく行為に踏み切れなかった。午後から天候が好転するという天気予報も決断を鈍らせた。一行は8時頃、日本庭園と呼ばれる草原地帯を通過する。客が最も強風を感じたというポイントの一つだ。かがんだ姿勢でゆっくりと進む。気温は8度から10度、西から吹く風は常時風速20メートル近い。
瞬間的には1.5倍以上の速さになるため秒速30メートルを超える突風も時々吹いただろう。台風並み、避難小屋にいた時より気温が下がってて、風もはるかに強かったのね。5階の戸村牛さん登山経験があるメインガイドはこの状況をある程度予測できたはずだ。避難小屋があったのはカール地といって、今いる稜線が壁になって風を受けにくい地形なんだ。そこが強風ならこの稜線上は暴風に決まっている。避難小屋の状況から今の稜線上の状況を予測することはメインガイドには可能だったはずなのね。この日本庭園、突風が吹けば木道の杭を掴んで耐える。それでも時々木道から転落し松の上に投げ出される客がいた。客によっては何度も硬い木道で体を打ちつけられ、全身があざだらけになってしまった。何よこれ、楽しい登山になるはずだったのに。8時30分頃日本庭園を抜けロックガーデンに出る。その名の通り辺り一面岩だらけのポイントだ。生還した客は日本庭園、またはこのロックガーデンが最も風が強かったという。リュックの防水カバーや帽子が飛ばされた客もいる。しかもこのロックガーデン、岩が雨で滑るので滑落の危険がある。慎重に進まざるを得ない。これがロックガーデンの写真だ。大きめの岩がゴロゴロしている。晴れてたら登山のいいアクセントになったんでしょうね。この暴風の中じゃ本当に苦行だわ。この時、気温は8度ほどだったようだ。しかも強風。なお、前日は16度で風も穏やかだった。いかに凶悪な爆弾低気圧だったかがわかる。真冬並みか、もっとひどい状況ね。しかも2日間の登山で体力が落ちていて、この日も12.5キロ歩くのよね。ああ。客によってはスタートの時点でかなり消耗している。現在、出発から3時間が経過したところだ。ここでもう先頭のペースについていけない客が現れ出した。メインガイドは最年少32歳。まだ体力には余裕があり後ろをしっかり見ている。ついてこれない客が出始めているのを察知しペースを調整しながら歩いた。ただ先頭と最後尾のペースの差は大きい。最後尾に合わせたペースはあまりに遅かったため先頭集団にいた客は、早く進みたい。このペースで下山できるのかと不安になった。寄せ集めのパーティーだから体力もバラバラなのよね。3人のガイドでまとめ上げるのは大変そうだわ。時には大きな岩に登るため一段が大きくなる場所がある。66歳の男性客、足が上がりきらず岩を空振りする。時々座り込んで休みながら登った。他にもペースに全くついていけない客が何人かおり、このロックガーデンでとうとう前後の客同士が見えなくなるほど隊列が伸びた。この辺りからパーティーが乱れ始めたのね。9時30分頃、ロックガーデンが終点に近い。久子沼避難小屋で一緒だった静岡パーティーが18人を抜いていった。彼らもこのルートに来てしまったの？ああ。かなり悩んだようだが、あの19人パーティーも行ったから大丈夫だろうというのが決め手になってしまった。ただペースの差は明らかであっという間に静岡パーティーはアミューズトラベル社の18人を追い抜いて去っていった。この時静岡パーティーは18人のあまりのペースの遅さを気がかりに感じたという。とても12.5キロを完走できるペースではなかった。その18人パーティー。まず先頭集団がロックガーデンを登り切った。そこで遅れている後続集団を待つことにした。後続集団は20分から30分かけてなんとか追いつき、ここでパーティーは再び一つになった。そんなに待つなんて、かなりパーティーはバラバラになっていたのね。10時、北沼に到着。戸村牛山の南北には沼がある。その北側の沼だ。つまり、とうとう戸村牛山の足元まではやってきたんだ。体力の残っている客はまだ戸村牛山に登りたい気持ちなの？無理だ。ここに至るまでの強風はかつてガイドでも経験したことがないほどの強さだ。全員がかなり疲弊していた。限界に近い客もいた。しかも時間が遅すぎる。出発からこの北沼に着くまでもう5時間近く経っている。これは標準所要時間の2倍というとんでもない遅さだ。さらにここで今回の遭難事故発生を決定づけるとんでもない事態が待ち受けていた。これがなければ犠牲者が出なかった可能性もある。もう限界に近いメンバーがいるのよ。一体どうしたの？北沼の水が溢れ、川になっていた。川？渡るの？っていうか渡れるの？川幅は2メートル。深さは30センチほどだ。とても迂回できないので進むには渡るしかなかった。30センチってそんなに深くないわよね？川の流れは速く、簡単に渡れないように感じたようだ。川底は石だし、風は変わらず風速20メートル前後。バランスを崩す危険があった。よって、全員がジャブジャブと渡るわけにはいかない。3人のガイドが川の前後、中央で手を渡し合ってサポートし、1人ずつ渡った。早く渡ってあげて。当時の気温は6度から8度だ。水は冷たい。川の中央、
最も深い場所で立っていたメインガイドは特にきつかっただろう。全員が渡るのに15分程度かかったようだ。早くに渡った客も辛かった。足を濡らした状態で15分ただただ待ち、強風にさらされ続けたからな。15分。でもここまで歩き通しだったから少し休めたってことはないのかしら？こんな場所じゃなかったら有効な休息になったかもな。ここは何の風よけもない吹きさらしの場所だ。待っていても体力を消耗するだけだった。なお、雨だけはこの頃にはかなり弱まっていた。止んでいる時間も時々あった。低い気温と暴風。そして足元を濡らしたことによる冷え。それらがメンバーの残り少ない体力をさらに奪った。ガイドは61歳、32歳、38歳。ここで2番目に体力のある38歳のサブガイドも大きなダメージを負うことになる。客のサポート中、強風に煽られた。バランスを崩して後ろに転倒してしまう。なんと川で全身をずぶ濡れにしてしまったんだ。この寒い中？なんてことなの。無理もなかった。このサブガイドが4人用テントなど一番大きな荷物を背負っていたんだ。しかも強風、流水、客のサポート、こけて当然だった。サブガイド自身、この時の事件をこのツアーにおける自身最大のミスと考えている。寒気の中にいるだけでも確かに体温は奪われるが、水の熱伝導率は空気の20倍以上もある。体温はとんでもない速さで奪われる。全身を濡らすなどこの状況では最も避けるべきことだった。38歳で元々の体力値は他の客より高かったが、これでサブガイドは一気に窮地に陥った。約15分間でパーティーは川を渡り終えたがここで全員が多かれ少なかれ体を濡らすことになってしまった。もしここで体力が全開だったならまだマシだ。体には発熱能力があり低体温に抵抗する仕組みを持っている。震えが来て摩擦の力で熱を起こそうとしたりな。だが体力的に限界だった客は低体温への抵抗力がほとんどなく、一気に低体温症が進行してしまった。最後尾で川を渡った68歳女性。渡るのに最後の最後、残った力を使い切ったようだ。とか直後にフラフラになり、うずくまってしまった。とうとう動けない人が出てしまったのね。ガイドが女性の元に駆け寄り声をかける。背中をさすり、サーモスの温かい飲み物を飲ませた。しかしだんだんと反応が鈍くなっていった。もう意識を失いかけている。おそらく体温は33度以下だったと考えられる。危険だわ、こんな山の中で動けなくなってしまって、どうするの？ガイド3人は68歳女性の救助を続けた。20分、30分、時間が経過していく。残りの14人はただただ待った。ここは単なる平原で岩焼きといった風よけはない。強風にさらされどんどん体温を奪われていった。見かねた客の一人がガイドに聞く。どうするんですか？リーダーは様子を見ると答えただけだった。さらに時間が経つ。なんともう救助を始めて1時間も待っている。1時間も？まだ先は長いのよ。ただでさえここまで時間がかかってるのに。ガイド3人は救助に必死で、なんとか助けたいという気持ちは見てわかった。だから客も声をかけにくかったようだ。待っている間に無事だった客も次々と低体温症が発症。ガタガタ震える客、眠気に耐える客、気声を発する客などが現れた。見かねた男性客がガイドに叫んだ。これは遭難だ。早く救助要請すべきだ。方針を決めて指示を出してくれ。これを受け、咳を切ったように声が溢れ出す。私、死にたくない。ガイドさん行こう。ガイド3人は少し相談し、北沼を立つことに決めた。動けない68歳女性客にはリーダーがついて残った。男性客の一人、持っていた簡易テントをリーダーに渡す。二人はこの簡易テントでここに留まり救助を待つ。残った16人が北沼を出発した。11時30分だ。出発って、戻ったの？進むの？進路は変わらない。戸村牛温泉方面へ下るルートだ。久子沼避難小屋からこの北沼まで4キロ進んだ。短縮ルート登山口まではまだ8.5キロもある。5時30分に出発して11時30分で4キロ地点でしょ？下山は無理よ。下山しないと携帯電話が繋がらないし避難小屋では低体温症から回復させる術がない。また、ロックガーデンを逆向きに降りるのは危険が大きいと思われたし、またあの川を渡り直すのも無理だ。全員助かるには下山するしかなかった。そんな、16人が北沼を出発。長らく止まった状態から急に動いたので血液の循環が促進される。末端部分の冷めた血液が体内に取り込まれ、低体温症を一気に進行させてしまった。北沼を出発して10分も経っていないだろう。59歳、61歳、62歳の女性客3人が動けなくなった。1人は意識を失いかけている。危険だ。一気に3人も？この3人の女性客にはメインガイド、
そしてまだ少し体力のあった69歳の男性客がついた。5人はメインガイドの簡易テントに入ってとどまった。もう行ける人が行って救助を呼ぶしかない。残ったサブガイドがたった一人で10人の客を引き連れて出発することになる。サブガイドさんって川で全身濡らした人よね。体力的に8.5キロの道を下山できるの？あとメインガイドさんしか道知らないんじゃないの？メインガイドがそう決めたのでサブガイドは従った。ここまでパーティーの意思決定はほとんどリーダーとメインガイドで行ってきたんだ。メインガイドの決定に対しサブガイドはあまり口を挟む権限がないと思われたしその決定には信頼を置いていた部分もあった。メインガイドさん、どうして自分がとどまる方を選んだのかしら？自分の方が体力的に苦しいと思ったようだ。サブガイドはあまり症状を訴えなかったので下山する体力があるとメインガイドが判断したようだ。実はもうサブガイドは自分の症状や残りの体力を正確に伝えられないほど低体温症が進行していたんだがな。サブガイドはあまり下山できる自信がなかった。手足の動きは鈍いし体に震えも来ていた。しかし議論や反論する気力もなく言われるがままに従った。コースはメインガイドから教えてもらった。こうして12時頃、5人を残して11人が出発した。パーティーはバラバラでガイドさんは1人、かなり厳しい状況になってきたわね。11人で出発して間もなく、大きな岩陰の横を通る。ここは風が当たらず休憩に良さそうだ。こんな場所は次いつあるかわからない。11人は先のことを考え5分ほど休憩。昼食をとった。パンやカロリーメイトが多かった。5回も登ったメインガイドはこの場所を知っていたはずだ。救助の間この場所を案内してここで1時間待たせていたら低体温症の進行はかなり浅く済んだと思われる。また待ち時間の過ごし方は人によって差が出た。ちゃんと食べ、徹底的に厚着し直した客は今後の低体温症の進行は緩やかだ。これらはガイドから指示すべきだが、指示は特になかった。今回のツアー、全体的にガイドはその時その時の状況にかかりっきりで先手を打った対策はおろそかだった。山である以上自己責任な部分もあるけど、ツアーで率いているガイドの責任は大きいわね。北沼の5人。しばらくここから動けないだろう。11人はすぐ先にいる。まだまだ道のりは長い。先が長いことを考えると、休息できる場所でちゃんと休息したのは良かったわね。サブガイドさん、いい判断だったわね。休憩は客からの発案だった。サブガイドはもうあまり細かな判断が難しい状態だ。11人は5分ほどの休憩を終え、出発。ペースはやや早かった。先頭のサブガイドは時々後ろの進行具合を目視するが全員揃うのを待ったりはせず先を目指した。12時30分頃、もうすぐ南沼だ。その手前で66歳男性の足が止まってしまった。この男性はロックガーデンでも目立って遅れていた客だ。もう最後尾には助けてくれるリーダーはいない。見かねた61歳男性客がついて励ました。このツアーで知り合った仲だが、放っておけなかった。メガネはどうしたんだ？ほら右足を出して、なんとかあそこまで行こう。一生懸命励ますが、どんどん返事もか細くなる。励ましていた61歳男性、彼が低体温症とは気づかなかった。体力気力の問題だと思いひたすら励ました。しかし反応は薄くなる一方だ。夏山ですもんね、まさかよね。冬なら低体温症に気づけたかもしれないわね。彼の励ましはしばらく続くことになる。一旦視点をパーティーの方に移そう。二人を置いて集団は進んでいった。12時30分過ぎに南沼にある戸村牛分岐に到着する。ここは重要だ。北沼に残ったメインガイドはこの分岐で転庫してから進んでくださいと指示していた。なぜなら分岐で道を間違う可能性があるからな。うっかりして戸村牛山登頂コースの方に進んでしまったら大変なことになる。実はこの7年前も遭難による犠牲者が発生していた。下山時に戸村牛山の迂回コースを進むはずが登頂コースを進んでしまい体力を消耗したのが原因の一つだ。体が限界で早く降りようとしてる時に間違って登頂なんて、気づいた時は絶望ね。なので戸村牛分岐での集合は必須だ。それをこのサブガイドは、客を待たずに進んだ。ガイドさん、どうして待たなかったの？後ろを振り向いて人数を数えただけだ。その数は10人ではなく8人しかいなかった。しかも8人目はかなり後ろでもう隊列をなしていない。この時もうサブガイドは下山する自信はなかった。自分はどこかで倒れるだろうと思っていた。もう全部をやりきることはできない。引率よりも下山と救助要請、これができるかできないかだ、という思いだった。サブガイドさん、とにかく先を急いだのね。結果論だが、ここで2人を待たなかったのは絶対に良くなかったとは言いにくい。遅れていた男性2人はこの時完全に停滞しておりこっちに向かってきていないからな。
しかもその状況を正確に把握している人もいないんだ。ここでまた闇雲に待ってしまったら全員の症状が進行し誰も生還できない事態もあり得た。もう引率してるのはサブガイドさん一人ですもんね。行くか待つか両方は選べない、難しい状況ね。ああ。もうこの状況では全員助けることはできない。ミスや手違いを言うならもっと前だ。久子沼分岐や日本庭園で引き返さず進んだのが最大のミスだ。こうしてパーティーは弔うし分岐を通過し進んだ。この頃には風速15メートルほどに落ち着いてきていた。15メートルと20メートルでは体感的には天と地ほどの差がある。気温は8度前後。少しずつだが朝より暖かくなっていた。パラパラとした雨もだんだん止み始めている。一応天候は少しずつ回復してきてるのね。サブガイドはどんどん進んだ。もう引率は諦めている。手足を動かして前に進む、それ以外のことに気を回す余裕はなかった。分岐を過ぎてからは後ろを振り返ることもしていない。体力には個人差がありもう集団と呼べないほどパーティーの隊列は間延びした。そして13時30分頃だ。一度この時点での全員の状況を整理してみていこう。先頭のサブガイド、なんとか弔うし公園に到着。だんだんペースは落ちてきている。時々足がもつれ転ぶことが増えてきたんだ。低体温症がどんどん進行してるのね。サブガイドのペースに唯一ついて歩けていたのが64歳女性。北海道の百名山を9峰のうち弔うし山を除く8峰を制覇している客だ。そこからかなり遅れて64歳男性。情報がある中では唯一弔うし山の登頂経験がある客だ。これまで百名山を約90も制覇している。先頭のペースについていけないわけではなく、遅れているのは他の客をサポートしていたからだ。この2名の客はそれぞれ64歳とはいえ北沼で全身を濡らした38歳サブガイドよりも体力をしっかり残していた。さらに後方に55歳女性と64歳女性がペアで下っている。しかし64歳女性は上ごとが増え、会話が成り立たなくなってきていた。55歳女性は頭がぼやけて足の動きが悪かったがまだ少し体力を残している。このペースでは2人揃って下山できそうにないが、64歳女性はここで見捨てたら助からない。見捨てるわけにはいかない。55歳女性は困っていた。その後ろでは4人が固まって進んでいた。意識が朦朧としている62歳女性を、68歳の女性が肩を貸して進んでいる。高齢の68歳の女性の方が体力あったのね。この女性は百名山を90近く制覇しておりまだ体力を残していた。もう1組が65歳男性と69歳女性。69歳女性はフラフラだ。65歳の男性が手を引く。もう30分は連れ添っていた。ここで男性客は決断した。生きて帰りたい。このまま助け続けてもダメだ。と3人を置いて先に進んでいった。この状況では責められないわね。とはいえまだ体力の残っている68歳女性は1人残され、厳しい立場になった。62歳女性と69歳女性の2人がそばで動けないでいるんだ。その次が遥か後方、弔うし分岐手前だ。66歳男性が全く反応を返さなくなり、やむなく61歳男性が下山を再開したのがこの13時30分頃だ。つまり61歳男性は約1時間も全く進まず66歳男性を励まし続けていたんだ。このツアーで初めて会った客同士でここまで自分を犠牲にして尽くせるなんて。その後方は動きはない。北沼の先でメインガイドと客4人が、北沼でリーダーと客1人が簡易テントでビバークして救助を待っている。もうパーティーは完全に分断してしまって、動けない人ばかりになってきてるわね。では時間を進めよう。弔うし分岐からようやく下山を再開した61歳男性。20分ほど歩いて女性3人と合流する。女性3人の中で唯一体力が残っていた68歳女性はサブガイドの携帯する4人用テントでビバークするのがここで動けない女性2人を救う唯一の方法だと考えた。やってきた男性に動けない女性2人のサポートを頼み、68歳女性は1人で下山を再開した。この男性、さっきまでずっと別の男性を励まし続けてたわよね。今度は女性2人を助けることになったのね。自分も先に進みたい思いはあっただろうな。複雑な気持ちだったが、これでいいんだと自分に言い聞かせた。しかし、やがて女性2人もどんどん状態が悪化していく。62歳女性は座り込んで、ああ、としか言えない。69歳女性はもう何をしても反応がない。ここでも61歳男性にはできることはなかった。仕方なく1人、下山を再開した。一刻も早く救助を呼ぶしか助ける方法がない。そうね、早く下山しないと、自分の命も助かるかわからないのよ。次、戦闘の状況だ。14時過ぎ、場所は前友平の手前だ。ここでサブガイドがとうとう動けなくなってしまった。
64歳女性は自分の残り少ないおやつをサブガイドに食べさせ、懸命に励ました。そうすると少し回復し、またサブガイドは歩き出した。こうしてサブガイドら先頭2人が前トム平に着いたのが14時58分だ。ここは久子沼避難小屋から7.5キロ地点。残りは8.5キロだ。7.5キロ進んで残り8.5キロ？この日は12.5キロの道のりよね。計算が合わないわ。あと5キロでしょ？いや残りは8.5キロ。なぜなら無人の短縮コース登山口に夜間に着いても向かいはいないしそこは単なる山中でしかない。自分が助かるにせよ救助隊を山に向かわせるにせよとにかく人のいる東大雪層まで自力で行かないとダメだ。短縮コース登山口までは確かに12.5キロだがそこからさらに東大雪層まで林道が7キロもあるんだ。このルートは長くてとても歩ききれない。短縮コース登山口に着いてから7キロも？短縮コースを使わず正規のコースを降りるならトータル16キロ。こっちの方が後半は道が直線的でずっと速い。つまりこの日は12.5キロの予定だったが16.0キロに変更だ。それで残りは8.5キロ。ってことはまだ半分も来てないのね。こんなの下山できるの？低体温症の進行が浅ければ一晩ビバークする手はある。図を見てくれ。ここから一気に高度が下がるんだ。もう数キロ歩けばビバーク可能な環境に出るだろう。なるほど、体調によっては残り8.5キロを全部歩き切らなくても本人は助かるかもしれないのね。16時前。日の入りが近づき焦ってくる時間だ。先頭二人はゴツゴツした急な岩場を下る。サブガイドの足がもつれなかなか進めない。そこで、なんと64歳女性の携帯電話が鳴り響いた。携帯つながるの？やったわ。高度が下がって繋がりやすくなったのかもしれないな。着信は64歳女性客の夫からだった。心配して何度も電話していたようだ。救助要請してもらいましょう。ところが遭難している状況がうまく夫に伝わらなかったようだ。旭岳温泉で充電して3日目、もう電池も切れかけている。64歳女性は夫との電話を切り上げ、警察へかけ直す。これが初の救助要請となった。時間は15時55分だ。やったわ、救助要請できたのね。電波は弱く、電話は何度も切れた。その度にかけ直し、居場所と状況だけは伝えられた。そこでバッテリーは切れた。やったわ、これで自力下山と救助、二つの道が開けたわね。これで安心したのかサブガイドは自分の携帯電話を取り出し、松明に倒れ込んでメールを打ち始めた。会社か、家で松祭司に売っていると思われるがうまく打てず内容はめちゃくちゃだ。警察に最低限のことしか伝えられなかった64歳女性。それなら警察に電話をと話しかけるがサブガイドからの反応はない。あれ、なんか様子がおかしいわね。その時、後ろから64歳男性が追いついてきた。二人でサブガイドを励ます。メールを打っているので意識はあるようだが声掛けには反応しない。二人とも地図は持っている。サブガイドが先導しないと帰れないというより、助かってほしいからこそ励ました。励ましはしばらく続くことになる。その頃の他の登山者の状況説明に移る。みんな、同時並行で行動するから説明が大変そうね。16時頃、これまで停滞していた北沼の5人組が動く。彼らは12時頃男性客の簡易テントでビバークを始めもう4時間も救助を待っていた。その中の一人、メインガイド32歳は弔うし山にパーティー咲いた、5回も登っている。この山のことはよくわかっていた。つまり、救助隊はすぐに来れないだろう。下手すると翌朝になる可能性もある。通報すらまだされていないかもしれない。確かに今、5分前にやっと通報できたところだわ。低体温症で苦しんでいる女性客3人、なんとか意識はあるが朝まで持つか？持たない。しかし下山も不可能。であればやることは一つ。それは一体？南沼付近にキャンプ場があることをメインガイドは知っていた。キャンプ場には万が一他に客がいるかもしれないしビバークのための物資が調達できるかもしれないんだ。今、ようやく風が弱まってきた。夜になると暗くて身動きが取れない。実行するなら今しかなかった。16時、メインガイドは一人で簡易テントを出て南沼キャンプ場に向かった。体調も天候も良くないのに一人の移動、かなりの賭けね。無事に帰ってこれますように。メインガイドは歩きながら会社へメールを打った。7人が行動不能であることの報告、そして会社から救助要請してほしいという内容だった。携帯電話は基本的に普通。何度メールを送信してもエラーになる。やがて送信成功したのが16時38分だった。通じたのね。これがパーティー2度目の救助要請ね。歩き続け、もう南沼キャンプ場というところで66歳男性が倒れているのを発見。
この男性は一人になってからもう3時間が経っている。もう完全に脈がなく、冷たくなっていた。今できることはない。ビバーク地点で客が苦しんでいる。キャンプ場へ急ぐ。そして肝心の物資の調達だが、かけにかった。誰か他の利用客がいたの？さすがに無人だったが山道整備業者が残しておいた物資が豊富にあった。中型テントや毛布、ガスコンロだ。これがあれば朝まで持ちそうだ。一晩過ごすのに最適な物資ね。やったわ。メインガイドは持てるだけの物資を持ってきた沼のビバーク地点へ急いだ。その頃のサブガイド。励まし続けて30分以上が経過。サブガイドはやがて、帰ってくれ寒くないという声を返すようになった。64歳の男女、自分たちもずっとここにはいられない。16時40分、サブガイドに断った上でサブガイドを残して下山を再開した。30分以上も動かないんじゃ仕方ないわね。これから暗くなってくると危険も増えるし。ここからはこの二人が先頭ね。ああ、この二人は比較的体力が残っている。もうこの先メンバーとの関わりがないとすればどんどん下山を進めていくことだろう。一方その頃、時間ははっきりしないがトムラウシ公園の手前で停滞している二人の女性を次々と客が追い抜いていった。まず65歳男性、次に68歳女性、最後に61歳男性だ。それぞれ時間を置いてバラバラでやってきた。65歳男性が抜く時のやりとりは不明。68歳女性は抜く時、サブガイドさんを呼んでくるから待っててねと声掛けした。最後の61歳男性、とにかく救助を呼ぶで、と声掛けして追い抜いた。この男性は特に、何とかして一緒に降りなかったことを後悔したという。先頭が救助要請済みって分かってたら先を急がず一緒に降りる選択をしたかもしれないわね。続いて17時。メインガイドだ。ビバーク地点へ帰る途中、倒れている66歳男性に毛布の1枚をかけた。そして17時4分、会社へ追加のメールを送る。倒れている男性を加え、遭難者を8人に訂正した。また、61歳のリーダーも危険であると伝えた。別のビバーク地点にいるリーダーとは全然やりとりがないけど、なんでリーダーの容体がわかるの？リーダーが動けるなら追いついてくるはずだった。もう3時間以上もリーダーがテントに来ないので危険な状態になっていると判断した。このメールを会社へ送信できたのを確認し、メインガイドはビバーク地点への帰還を急いだ。女性3人が危険だ。早く行ってあげて。その17時頃、もう64歳女性が救助要請して1時間経つ。いよいよ、救助ヘリがやってきた。待ってました。これで助かるのね。ところがまだ低気圧の影響が残っている。日の入り、霧、雨、強風、とても捜索できそうにない。40分ほど捜索したが誰も発見できずヘリは引き返す。もちろん徒歩での捜索隊も夕方から入山するのは不可能だ。残念だがこの16日は捜索隊の助けは来ない。その時一人残されたサブガイドは下山を再開していた。しかし体力はとっくに限界で10分も歩けなかったようだ。バランスを崩し灰末に倒れ込む。最後の力で何度も110番通報した。最後の発信は17時21分だった。電話は通じたが、おそらくうまく話せなかっただろう。かなり前からろれつが回っていなかったからな。電話が通じたのに安心して意識が遠のいた。サブガイドはここでとうとう意識を失った。リーダーに続いてサブガイドさんまで。その後、どんどん後続がサブガイドに追いつく。まずは68歳女性がやってきた。あれ？最初に進んだの、男性客よね？女性客の方が早く着いたの？男性客は下山を諦めてビバークしようとしたんだ。ここでは無理よ、降りましょう、と女性客が止めて歩き出したが、そこで順番が入れ替わった。女性客はそれから道に迷い、今いるところがわからなくなっていた。奇跡的に下山ルートに戻りサブガイドに出くわしたんだ。危ないところだったわね。女性客は大の字になって意識を失っているサブガイドに声をかける。起きて起きて、上の方で女性4人が動けないでいるの。早くテントを持って行ってあげて。ガイドさんらしい仕事をしてよ。その言葉でサブガイドは目を覚ました。体を起こそうとするが動きは緩慢で全く起きれない。女性は懸命に励まし続けた。こういう時のガイドって厳しく責められるんじゃなくて、やっぱり仲間意識の方が強いのかしら。結構みんな励ましてくれるのね。人によるかもしれないな。そうこうしているうちに男性客が追いつき、サブガイドを責める。どう責任を取ってくれるんだ。ガイドできてるんだからガイドの仕事をしてもらわないと。この男性客はその言葉だけ発するとそのまま下山ルートを進んでいった。68歳女性客は残してきた4人を助けたい強い思いがある。なんとかサブガイドに立ち上がってもらいたかった。その場に残ってサブガイドを励まし続けた。
そうこうしていると今度は身動きが取れるメンバーの中での最後尾となる、61歳男性客がやってきた。女性客が現在位置を男性客に聞くと、もう女性4人が停滞していたところよりかなり下山ルートを進んでしまったことが分かった。女性客、この話を聞いて自身が戻るのは不可能だと判断せざるを得なかった。またサブガイドを向かわせるのも不可能だと思われた。仕方がなかった。この68歳女性と61歳男性はサブガイドを残し、ペアで下山を再開した。時間は18時頃だと思われる。下山中なのはこれで5人ね。18人中。その18時頃、ビバーク地点に戻ったメインガイドは69歳男性客と協力して女性3人を救助し続けた。持ち帰った中型テントを張り直し、ガスコンロを焚き、お湯を飲ませ、時には抱きかかえるなどして動けない女性を温め続けた。しかし62歳女性がとうとう意識を失う。心臓マッサージなどを施すが効果はなかった。また犠牲者が出てしまったのね。ただ、残り2人の女性は容体が安定してきた。18時30分頃、ここで女性に飲ませるお湯が切れたのでメインガイドは再び南沼キャンプ場に向かう。もうかなり薄暗いはずよね。気をつけて。その時間、戸村牛公園手前の女性2名に動きがある。13時30分頃からここに座っているはずだ。もう5時間になる。ここで55歳女性はとっくに反応のなくなった64歳女性に触れたが、完全に冷たくなっていた。どんどん犠牲者が、この女性は大丈夫なの？なんと奇跡的に低体温症から回復し、体力が戻っていた。動かず寝袋にくるまって休息し続けたのが良かったのかもしれない。ここは7キロ地点だからまだこの先9キロもある。64歳女性はこの日の下山を諦め、ここで一夜を過ごすことに決めた。寒さは感じたが凍えるほどではなかった。ほとんど寝られなかったようだがな。空は晴れ、月明かりが見えていた。19時頃、メインガイドが南沼キャンプ場に到着。ガスや毛布を再び拝借した。ペットボトルを持参したが水は汲めなかった。この帰り道、なんと携帯電話の電波がしっかり立っていた。安定して電波が入る場所を見つけたんだ。メインガイドはアミューズトラベル社札幌支店の所長に電話した。16時38分に送ったメールはちゃんと所長に届いており、地元警察などが捜索準備を整えていることをメインガイドは教えてもらった。他にも本社の社長や地元警察とも話し、情報交換した。折り返し待ちなどの時間もあり、電話のやり取りで30分以上かかったようだ。こうしてメインガイドはビバーク地点に戻った。もう真っ暗に近く、手探りで帰った。月明かりが頼りだった。悔しいのは、メインガイドさんはこの先のパーティーの状況を知らないのよね。メンバーの居場所はあまり伝えられなかったはずよ。そうだな。報告はこの北沼でのやり取りが中心だった。この19時頃、なんと静岡の6人パーティーが下山を完了。出発から13時間、彼らも低体温症にかかっていたが命までは失わずに済んだ。静岡パーティー、彼らはどうしてたの？やはり北沼を渡ったの？どうして全員無事だったの？彼らも同じように膝下を濡らしながら北沼を渡った。アミューズトラベル社のパーティーのように渡った直後に1時間も停滞せず進めたのが大きな違いだ。彼らが同じ日にいた影響は小さくない。静岡パーティーの残した6人分の足跡は、今下山している数人にとっては大きな道しるべとなっている。迷ったら大変ですもんね。ありがたいわ。20時頃、メインガイドはビバーク地点に帰還。すると59歳女性客が意識不明に陥っていた。行く前は回復してきてたのよね？どうして？高齢だと低体温症の悪化時にたどるべき症状を一つ二つ飛ばして、一気に悪くなることがあるようだ。例えば最初に北沼で行動不能になった68歳女性。自分で川を渡ることができたのにその後意識を失うまであっという間だった。一方で38歳サブガイドは意識を失うまでに体に震えがあったり手足がおぼつかなくなるなど低体温症がじわじわと進んでいったのがわかる。高齢だと症状がわかりにくいのね。急に悪化したり、回復したように見えたりするのね。メインガイドと69歳男性は心臓マッサージなどを施すが女性の意識は戻らなかった。どんどん犠牲者が。一方で61歳女性はどんどん元気になってきた。この女性が初日に嘔吐していた高山病持ちの女性だ。3人とも体力があったが当然下山できる時間ではない。朝まで待つことに決め、うとうとしながら過ごした。メインガイドと69歳男性が交代で火を見張った。下山する人、ビバークする人、おそらくもう亡くなっているであろう人に明確に分かれてきたわね。時は過ぎ23時55分。とうとう64歳男女が自力下山。戸村牛温泉へ到着した。すごい、16キロを歩き切ったのね。しかし、下山するや否や、
二人は救急隊員に発見され車で短縮登山口の方に連れられて行った。短縮登山口には遭難対策本部が設置されていたんだ。無人だと思って行かなかったところよね。じゃあ長い方のルート歩いた意味なかったってこと？ 12.5 キロのコースでよかったの？そういうことだな。短縮登山口は物々しい雰囲気だった。警察や消防、報道の車、大型バス、おびただしい数の職員、自衛隊員だけで30名が集まっている。とんでもない遭難だったんだ、とここで初めて登山客は自覚した。二人はこれから延々事情聴取を受けるため、トムラウシ温泉でゆっくりできるようになるのは日が変わって17日の朝3時頃になる。3時間もかかったの？二人に続いて下山したのが68歳女性、61歳男性のペアだ。時間は0時50分。時々休憩を取りながらなんとか下山した。あれ？ 65 歳男性の方が早く下山してなかった？女性がサブガイドさんに付き添っててその間にこの65歳男性が抜いてったはずよ。その男性は途中で道を間違えてしまって順番が逆転したんだ。結構道を間違う人、多いのね。しかも一人だし夜だし、危険すぎるわね。その65歳男性、低体温症は落ち着いていたが一気の下山は体力的に辛かった。夜間で眠気も襲ってきたので一旦仮眠に入った。続いて3時。ビバークしていた55歳女性が起床。寝袋に入ったまま冷たくなった64歳女性を残し、3時40分頃から下山を開始した。体力は完全に回復しており、あとは道に迷わないことだけ気をつければ問題なかった。4時を過ぎてわずかに明るくなってきた頃、ヘリの音が聞こえるようになった。捜索が開始されたらしい。捜索隊、待ってました。4時頃、メインガイドも行動を開始する。第1ビバーク地点、リーダーと68歳女性がいるはずの簡易テントを見に行ったんだ。そうね、別れてから全く動きがないわ。どうしてるのかしら。二人は変わらずその場所にいた。冷たくなってな。かなり時間が経過していると思われた。男性客が貸した簡易テントは、一体いつ飛ばされたのか、近くの岩に引っかかって風でなびいていた。二人とも助からなかったなんて。リーダーはこの北沼に来るまでにリュックカバーを暴風で飛ばされてリュックの中の寝袋や背中が濡れていた。後から思えば、最後に別れた時のリーダーの表情はうつろげだったようだ。思った以上に低体温症が進行していたのかもしれない。4時45分、仮眠を終えた65歳男性が無事に下山。自力で下山したのはここまでの5名だけだ。18人のパーティーで、自力で下山できたのがたった5人しかいないなんて。ほぼ同時刻、トムラウシ公園上部で女性2名の遺体が捜索隊により発見される。61歳男性客だけではどうにも対処しようがなく、2人がその場に残されたのが16日の14時頃だった。この発見時までは15時間、その間に亡くなったようだ。さらに5時15分頃、64歳女性の遺体を発見。ヘリで収容。前日18時30分頃に冷たくなっていたがその時すでに亡くなっていたようだ。同時刻、下山中の55歳女性を発見。ヘリで登山口まで搬送し、事情を聞いた。体力は回復しており治療の必要はなかった。そうね、この女性はビバークで回復してるから自力下山もできたと思うけど、途中で救助されたのね。これで残ったのは、もうその場所で動けないでいる人だけね。5時30分、地上から捜索した自衛隊員が北沼に到達。第1ビバーク地点の2名と第2ビバーク地点の5名を発見。ヘリを要請した。やはり生還したのは32歳メインガイドと69歳男性、61歳女性だけだった。残りの4名は持たなかった。ビバークの決断は早かったように思うけど、もう北沼に来るまでに危険なラインを通り越していたのね。ああ。助ける方法があるとしたら、日本庭園やロックガーデンで引き返すことだったな。あまりに漫然と進みすぎた。5時35分、南沼キャンプ場付近で66歳男性を発見。最後にメインガイドが見たのが前日17時頃だが、その時もう冷たかった。やはり助からなかった。ここまで17人、あと1人ね。6時50分、発見から1時間ほど待って第2ビバーク地点の生存者3人らがヘリに収容された。この日は快晴。トムラウシ山は本当に美しく、救助された客はこの状況でもなお登ってみようかと思ったほどだ。最後に発見されたのはサブガイドだ。時間は10時44分。意識を失ってから19時間も経っている。捜索隊ではなく一般登山者が発見した。そんなにかかってしまったなんて、これは絶望的ね。ところが、サブガイドは生きていた。一晩テントもなく倒れたままだったのに？奇跡だわ。前日16時頃に意識を失ったが、その時の体温は32度ぐらいだっただろう。
発見され病院に収容されたのが11時35分。意識を失ってから病院で治療が開始されるまで20時間だ。その時は体温34.7度にやや回復していた。なんでむしろ回復してるのよ。倒れた場所が風雨をしのげるハイマツ帯で、ビバークに適した環境だったようだ。移動をやめたので体力の低下も最小限で抑えられた。またこの捜索日が晴天で、日の出以降十分な日光で体が温められたのも大きい。本当に運が良かった。結局遭難時って、いい場所があればビバークした方がいいってことなのね。ああ。遭難時はすぐ下山できるなら下山だが基本的にはまだ体力を残した状態で早めにビバークを決断して救助を待った方がいいんだ。でも動くと体が温まるし少しでも下山した方がいいんじゃないの？今回も北沼の待ち時間がしんどかったみたいよ。歩くと筋肉の動きで熱が生産されるのは確かだがそれ以上に体力の消耗で発散される熱が大きい。それに北沼は待った場所が悪すぎた。いい場所さえあれば、ってことなのね。そこは判断しないとダメね。こうしてアミューズトラベル社の登山ツアーは終わった。一部の客はすぐ帰路に着いたがサブガイドなど数日の入院を要したメンバーもいた。翌7月18日、北海道警察がアミューズトラベル社の札幌営業所を家宅捜索する。容疑は業務上過失致死だ。ツアーだから会社の責任は大きいわね。たくさんの犠牲者を出してしまって。犠牲者の公式発表は7月19日だった。亡くなったのはアミューズトラベル社登山パーティーの男女7名、ガイド1名だ。他にもコンパス社登山パーティーのうち女性客1名、さらには単独登山していた男性1名が亡くなった。つまり警察発表によると、あの日は戸村牛山で合計10名が亡くなったんだ。他に2名も？とんでもない日になってしまったのね。結局この遭難事故の大きな原因は何だったの？静岡パーティーはなんとか下山できたわけだし、天候だけのせいにはできないわ。ガイドの判断ミス、というより場面で何も判断せず漫然と進み続けてしまったことだろうな。久子沼避難小屋を30分遅れで出発したが30分待ってどうなっていたら出発しないのか、ということは相談されなかった。なんとなく出発した。また、ロックガーデンで遅れた男性客がいたが北沼の時点で残り12キロもあった。走破できるのか何も検討の機会を設けなかった。他にも北沼の渡河後、全員が行動不能者の救助に就いた。残り14人が待つ場所、待つ間の行動をガイドの誰も指示しなかった。今回の遭難事故はこうした積み重ねで起こった。それはガイドのミスではあるがガイドをバックアップする会社のミスでもある。会社は悪天候時の判断基準を何も定めておらず全てをガイド任せにしていたんだ。また2002年に遭難死亡事故が起こったにもかかわらず会社の安全研修は転倒や滑落の怪我対策に終始し、低体温症の対処はほとんど研修では触れられなかった。また、ガイド3人のうち1人でも戸村牛山に登っているから問題ないだろうというあまりに緩いガイドの任命基準。もしも、が起こった時の対象ガイドも会社もあまりに軽視していたんだ。会社はちゃんと裁かれたの？もちろんだ。旅行業法違反が確定。2010年12月16日から51日間の業務停止命令が下った。にもかかわらず業務停止期間中に営業活動を続けていたため、2011年3月に観光庁はアミューズトラベル社に厳重注意処分を下している。化けの皮が剥がれてきたわね。今回の事件はガイド個人の資質のせいかとも思ったけど、これ最低な会社だわ。極めつけは2012年11月、アミューズトラベル社は万里の頂上ツアーでまたも遭難事故を起こし、なんと3名が亡くなってしまったんだ。なんとこのツアー、ガイドは現地を見たことがなく情報収集は中国の別会社に任せていたんだ。逆に指示した装備も不十分で投資を招いた。戸村牛山の事故からたった3年でこれ？何も反省していないの？ああ。もう救いようがないよな。2012年、観光庁は旅行業の登録取り消し処分を執行。アミューズトラベル社はもう商売ができず、倒産した。これは当然ね。存続する資格はないわ。なお個人に対する処罰だが、社長と当時のガイド3人は戸村牛山遭難の件で書類送検まではされたが、2018年に嫌疑不十分で不起訴になっている。こういう時、個人を処罰するのってほんとハードルが高いのね。他の事故にしても、特に今回は登山という性質上、全部を会社やガイドのせいにはできない。一定程度自己判断、自己防衛することが求められる。大自然に対しガイドの力が及ぶ範囲はあまりに狭い。生還できるかどうか、最終的には自分の足と体力次第になってしまうのが登山の怖さだ。近年の遭難者全体に占める60歳以上の割合はせいぜい半分だが亡くなったりした遭難者に絞ると60歳以上が7割近くになる。
万が一遭難してしまっても若年層は軽傷で済むことが多くて、中高年は重大事故になりやすいのね。山は誰に対しても手加減しない。現時点の自分の体力を正しく評価し、無事に帰れる山で楽しもう。以上、今回は夏山で登山パーティー8人が亡くなるという考えられない大事故となってしまった戸村牛山遭難事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも国内外で関心の高い事件を中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。